前回のあらすじ。君たちと違って貴重なのだよ。今すぐ研究に戻ってロードの生態を探る検証の続きを。ピケロヘイ、最初は3人で揃える予定だったろ。ハンギョン、なんて言ったんだ。ニーハオ、はじめましてハンギョンですって言いました。自己紹介って大事じゃないですかねえリリー。確かに自己紹介は大事だな。だがタイミングというものがあるだろう。そしてピケロ、君は長々と何を言っていたんだ。タッサム、君の都合で遮ったにもかかわらず再び同じことを言わせるとは、なんとも自分勝手だとは思わないか。わい、僕が非難されるのか。タッサムさんだって変なこと言ってましたよ。はじめましてなのに前回のあらすじってどういうことですか。それは初回にもかかわらず前回のあらすじという矛盾が人々の意表をつき、それが笑いにつながるというロジックだろうね。 Exactly、 その通りなのだが、1から10まで説明しないでくれ。あー、そんな高尚なお考えだったんですね。あ、お客様に説明するとですね、この黒の大陸のお話では私たちが前回のあらすじを説明するコーナーがあるんですって。なんて親切。はい、拍手いやー嬉しいですね。ま、次回からはちゃんとするとして、最初はやっぱり自己紹介するべきなんじゃないですか。 OK、 理屈は通っている。サム様のフラガリアとしても恥じぬ紳士の振る舞いとしても挨拶は当然のこと。それに顔と名前を一致させてもらうことも大切だ。それでは初めてお目にかかる僕はタッサムだ。 For real？ なぜ同時に言うんだ。俺の時間は君たちと違って貴重なのだよ。今すぐ研究に戻ってロードの生態を探る検証の続きを。Wait！ それ最初に言ってたセリフじゃないか。天文学的な確率だが、同様の文字列が並ぶ可能性も十分あり得る。すごい。つまり私たちは今奇跡を目撃したというわけですね。でもすでに奇跡なら起こってましたよ。どういうことだ。こうして私たちの声を聞いてくれている人たちがいるってことがすでに奇跡ってことなんですよ。 What's going on？ どうしたハンギョン、急にまとめるようなことを言い出すじゃないか。だってこのコーナーもう時間切れ寸前なんですもん。早くご主人様のとこに帰りたい。どこかの魚のとタキシードの騎士たちが賑やかに喋り続けるからだな。あ、いやピケロ、君もずいぶん喋っていただろう。次からは前回のあらすじをやるからな。というわけで前回のあらすじのコーナーはタッサムとピケロとハンギョンでお届けしました。サイツイン。ペックルさん、行ってきまーす。俺はアルペック。こう見えてこの国の王様であるペックルさんに仕えるフラガリアの騎士だ。俺は今日騎士としての重要な任務を預かり。アルペック様、今日採れた野菜自信作やけん持っていくよ。ありがとう。でも今は難しいんよ。やけんペックルさんに渡しちょって。もう一応ペックル様はこの国の王様、そげえ気軽によろしく。俺はこれからひな鳥が巣立つように慣れ親しんだこの国から旅立つ。黒の大陸に存在する他の国を巡ってペックルさんから頼まれたとある目的を果たすために。あ、アル兄ちゃん、一緒に遊ばん？ごめんな、兄ちゃん忙しいんよ。でも今やったらペックルさんが遊んでくれると思うで。俺がペックルさんから頼まれた重大な任務、それはお中元を渡すこと。ペックルさんが俺を信頼して任せてくれたんだ。俺はそれに応えてみせる。それが友情ってもんだろ。絶対に絶対に
成功させるからな。あ、でもその前に腹ごしらえ。まずはカボスラーメン食べてから。フラガリアンメモリーズ。ここがポチャッコさんの国か。なんかこうストリートの国って感じだ。クールが押し寄せてくる。兄ちゃん、そんなキョロキョロしてたら田舎者丸出しだよ。迷子？俺は田舎者でも迷子でもなくて。この時期に来るってことは、さてはパルクール大会の出場者？パルクール大会？今日は年に一度の大会。みんなこの日を楽しみにしてたんだよ。つまりお祭りか。なんか俺もテンションが上がってきた。でもパルクールってなんだ？兄ちゃん、参加者じゃないのか。パルクールは走ったり飛んだり壁を登ったり、その体一つでとにかくクールに移動する競技さ。おお、聞いただけでワクワクするな。ああ、とにかく見応えあるぞ。だけどな、今年はチャコ様が出ないんだよな。チャコ？この国の騎士様だよ。毎年チャコ様が優勝してたんだが、あまりにも強すぎるっていうんで、今年から殿堂入りで不参加になったんだ。チャコ様はね、本当にかっこよくて優しいんだよ。チャコ様のおかげでみんな毎日楽しく暮らせているの。よく街にも来てるから、運が良かったら会えるかもしれないよ。へえ、チャコさんか。みんなに慕われてていいやつなんだろうな。会うのが楽しみだ。イエオイエオイエオ、見かけない顔だなメン。いきなりなんだ？チクチ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 ドンツバツンドゥバツンドンドゥバツンドゥパー。ここじゃラップが挨拶代わり。それができなきゃめちゃくちゃダサい。田舎もんだろあんちゃん、イエキョロキョロしてるからカウンタウンにハウンダウンダウンダウン、イエラップが挨拶。でも他の人はラップなんて。アンサー？もしかしてさっきまでの人たちは本当に俺が田舎者に見えてたのに気使ってくれてた？俺ラップができないダサいやつって思われたかもしれない。よし、ここはチャカ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 ボーン、チクチクチクボーン、チク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 バン。田舎者俺こそが最先端だろう。今はムード初対面でディスとかなんかあった嫌なこと、大会の熱気にのぼせるのもほどほどにしとけよ。パルクールだけになんちゃってやるじゃねえかブラザー。だが俺は229天皇の中でも最弱。俺を倒しても残りの228天皇がいるぜ。あと228人も？こーら、変なことを言ってお客さんを困らせないの。その声は？あれはスケボー？チャコ様！あ、チャコ様！行くよ。スロープを利用して飛んだ。すげえ。絡まれて困ってるかと思ったんだけど、馴染んでるね。君がペックル様のフラガリアのアルペックさんでしょ。はじめまして。俺はチャコ、ポチャッコ様に仕える騎士さ。あんたが噂のチャコさんか。ってどうして俺の名前を知ってるんだ？まあいろいろとね。国の運営をしていく上で目と耳は至る所にあった方がいいでしょ。すごいな。俺の目と耳はまだ2つずつしかないぞ。例え話だよ。思ってたより変な人だな。まあフラガリア同士仲良くしてくれると嬉しいな。あ、よろしくなチャコさん。チャコでいいよアルペックさん。あるでいいよ。それにしてもちょうどよかった。
俺はポチャッコ様に用事でしょ。お城まで案内するよ。それもお見通しなのか。まあね。さあついてきて。あれ何？おお、すごいな。見たことないでっかい建物だ。人参の形をした滑り台。いや、先週までなかったんだけど。つまり急に生えてきた。そんなわけないでしょ。ごめん、ちょっと話を聞いてくるね。チョコ様、どうなさったんですか？これ何？これですか？ポチャッコ様に頼まれて作ったものですよ。やっぱりポチャッコ様か。これ大丈夫なの？角度がめちゃくちゃ急というか落下だよね。面白そうだよな。度胸試しに俺も後でやってみようかな。その通り。度胸試しの場として若者に大人気。まあたまに怪我人も出ますけど。出ちゃダメでしょ。ポチャッコ様、とにかくもうちょっと角度をなだらかにすることできる？というかできないなら許可できないよ。大丈夫です。直しときます。まったく。ってことはもしかして他にも？あれも俺知らないよ。ちょっと待ってくれよ。なんだこれ。すごい回転速度で駆け抜けていくジェットコースター。このウグイスコースター、こんなスピードじゃなかったでしょ。これは誰の指示？ポチャッコ様です。だよね。とりあえずもっとゆっくりにして子供でも楽しめるようにしてくれる？こっちにも。君この迷路は何？ポチャッコ様のご依頼です。もう言われなくてもわかる。でも寄り道散歩コースだったはずなのに、もはやこれは完全に迷路じゃん。しかも複雑すぎ。ちゃんと出口は作ってあるの？すごいな。次々と的確な指示を出していってるし、それに不満を言う人もいない。チャコが信頼されているってことが人々の表情や態度からも伝わってくる。お待たせ。噂通りのすごいやつだな、チャコ。突然何？チャコとはいい友達になれそうってことさ。そっか、ありがとう。それにしてもまったくポチャッコ様は。ポチャッコさんがどうしたんだ？どうしたもこうしたもないよ。ポチャッコ様は好奇心旺盛でフットワーク軽く何でもやっちゃうんだけど。面白くていい王様じゃないか。それは俺も同意見。でも少しおっちょこちょいというか、ちょっと抜けてるところもあるんだよね。だから何か思いついたら俺に相談してくれって言ってるんだけど本当に困った王様だよ。全然嫌そうには見えないけどな。なんだかんだ一緒にいて楽しいし、そんなポチャッコ様のこと嫌いじゃないからね。チャコだけじゃなくこの国に住んでる人全員がポチャッコさんのことが大好きなんだろうな。じゃなきゃこんなに楽しそうな国は築けないだろう。そうだね。じゃあ待たせちゃったけど城へ向かおうか。お兄ちゃん大丈夫？あの声はパルクールの練習場の方だね。ちょっと行ってみよう。何かあったのかもしれない。ちょっと待ってよ。って言っちゃった。お兄ちゃん、今度は失敗しないでね。さっきの声はあの子か。特に何かあったわけじゃなさそうだけど。よし。すげえ。三角飛びから狭い場所へ着地して壁を蹴って一回転。
こけちゃった。平気だよ。大丈夫か？すりむいてるじゃないか。大丈夫です。練習で慣れてるので。そっか、めちゃくちゃ頑張ってるんだな。はい。お兄さんは？俺はアルペック。声が聞こえて来てみたんだけど、パルクールの練習中だったのか？そうなんです。失敗したところを見られちゃって恥ずかしいです。そんなことない。すっごくクールだった。ありがとうございます。でもまだまだです。もうすぐ大会なのに全然。チャコ様は僕と同じ年の時にはもっとすごい技を決めて大会でも優勝してたって。へえ、やっぱりチャコってすごいんだな。そうなんですよ。本当にかっこよくって、チャコ様は僕の憧れなんです。お兄ちゃんもかっこいいよ。ああ、目標に向かって努力しててかっこいい。僕勉強が苦手で友達にからかわれたりもするけど、パルクールだけは誰にも負けない自信があるんです。だから次の大会ではこの技を決めて絶対に優勝してみせます。ほら、ある練習の邪魔しちゃ悪いよ。チャコ様。はーい、チャコだよ。チャコ様、僕チャコ様に憧れてパルクールを始めたんです。そうなんだ、嬉しいな。大会頑張ってね。はい。ある、そろそろ行かないと。僕も練習に戻ります。ありがとうございました。応援してる。練習頑張ってな。バイバイ。いいなあ、チャコは。ああやって尊敬されてて。あるは違うの？俺はよく鬼ごっこの鬼役にされてるな。それも慕われてる証拠だよ。じゃあポチャッコ様のお城へ向かおう。はあ、緊張した。でもポチャッコさんにお中元を渡せたし、目的達成だ。ある、ポチャッコ様に会った時の第一声覚えてる？はじめまして、ポチャッコさん。俺はペックルさんの騎士アルペックだ。よろしくな。って初対面の王様に向かってあんなフランクな人が緊張してたとは思えないよ。いやー、ついペックルさんの時と同じように。まったく、他の国では気をつけなよ。それでこの後はどうするの？もちろんパルクールの大会を見るさ。ならせっかくだし一緒に関係者席で見ない？本当か？ありがとう、チャコ。でもまだ時間もあるし。そうだ、甘いものでも食べよっか？チャコ、食べないという選択肢があるとでも？はいはい、じゃあ行くよ。この国に来た目的がお中元？そんなバカバカしい話のためにわざわざロードに仕える直属の騎士が他国に旅を。それにこれまで国と国の間でそんなことをしていたという記録もない。ということは何か裏に意図があるはず。ある。その真意しっかりと見極めさせてもらうよ。うわ、うめえ。このアイスうめえな、チャコ。バナナアイスはポチャッコ様の大好物だからね。国中のみんなで改良に改良を重ねた自信作なんだ。なるほど。本当にこの国のみんなはポチャッコさんのことを心から愛してやまないんだな。愛してって、よくそんな恥ずかしいセリフをストレートに言えるね。本当に素直だな。じゃあそんなあるに倣って俺も単刀直入に聞いちゃおうかな。この国に来た目的は何？お中元を届けることだけど。
でもフラガリアの騎士である君がわざわざ主の元を離れてお中元を届けて回ってるわけでしょ。どうしても何か別の意図があると思っちゃうんだよね。チャコの言い分ももっともだと思う。でもペックルさんに裏なんてない。それは騎士である俺が一番わかってる。それで納得すると思う？だよな。だからチャコが納得するような理由を考えてみると、多分この旅はペックルさんの優しさなんだと思うんだ。優しさ？俺はペックルさんが好きで、ペックルさんの国が好きで、そこで暮らすみんなが好きだ。だから国から出たこともなかったし、出ようとも思わなかった。ペックルさんはそんな俺にきっかけをくれたんだと思う。きっかけか。ペックルさんはさ、もっと広い世界を見てこいって言ってくれたんだと思う。この国に来てから俺はすごくワクワクしたんだ。このワクワクは国から出なきゃ味わうことができなかった。目に見えてはしゃいでたもんね。そしたら早速チャコに会えた。騎士としてみんなから尊敬されるチャコを心からすげえと思ったんだ。もちろん俺もすごいけど。だからもしお中元を届けることに他の意図があるんだとしたら、そういうことだと思うんだ。分かったよ。短い付き合いだけど君が裏表のないやつだってことは分かったからね。それにしても変な勘繰りさせないでよ。シーズで大変なこの時期にさ。シーズ？シーズを知らないの？あれだろ、ミルクに乳酸菌や酵素を加えて発酵させる加工品。それはチーズ。今はシーズの話だよ。人を消してしまったり取り付いたりして悪さをする正体不明のやつ。人を消したり取り付いたり？その様子じゃ本当に知らないみたいだね。まだペックル様の国には発生していないのか。穏やかな国みたいだし発生する条件が。どうしたんだ？いや、こっちの話。それよりもそろそろ大会の時間だ。行こうか。うん。さあ、いよいよ開幕しましたパルクール大会。これまで鍛錬を重ねてきた猛者たちが己が持てる最大の技を競うために集まってきました。果たして優勝するのは誰だ？想像してた何倍も熱気がすごいな。まだ予選なんだろ？まあこの国で一番のイベントだからね。あ、さっきの子だ。もう頑張れー。うわ、すごいな。あの感じなら予選突破は確実だと思うよ。あれ？でも練習してたあの技はやってなかったみたいだ。大技は決勝のために温存しておいたんじゃないかな。予選を確実に突破するための戦略、あるいは自信がないか。ま、俺たちが考えても仕方ないことだよ。さあ、いよいよ決勝戦。勝利の女神は一体誰に微笑むのか。あっという間に決勝か。頑張ってほしいな。他の選手も強豪揃いだからね。予選のままじゃ優勝は難しいかもしれない。大丈夫さ。あれだけ練習をしてたんだから。みんな同じぐらい練習してるんだよ。それもそうか。あの子だけじゃない。みんな一生懸命努力をして大会に挑んでるんだよな。おー！全員頑張れ！俺も頑張る！急に叫ばないでよ。おっと、どうしたんでしょうか。次の選手が現れません。しばらく待ちますが、規定時間内に現れなければ失格となってしまいます。おい、次ってあの子の番じゃないか。
何かあったんじゃ。プレッシャーに負けて辞退なんてこと珍しいことじゃない。でもあれだけ熱い思いを持ってたんだ。辞退なんてするわけない。俺ちょっと探してくれ。ちょっとある。仕方ないな。一体どこに。お兄ちゃんが助けて。君はあの子の。どうしたんだ。お兄ちゃんが落ち着いて。まずはお兄ちゃんのところに連れて行ってくれるかな。こっち。いた。あんな隅っこに座り込んで。僕なんかが優勝できるわけない。僕なんかが優勝できるわけがない。僕なんかが優勝できるわけがない。どうしたんだ。あんなに頑張ってたのに。最初から無理だったんだ。僕なんかが優勝なんて。練習した技だって失敗するに決まってる。そんなみっともない姿をみんなに見せて恥をかくなら、大会なんて出なきゃよかった。練習なんかしなきゃよかった。パルクールなんて始めなきゃよかった。ある。あの子の頭の上を見て。まだ小さいけどシーズだ。シーズ。シーズってさっき話してた。そう。なぜかシーズがこの子に引き寄せられてるんだ。そして負の感情を増幅させている。大丈夫なのか。今はね。だけど取りつかれたままじゃどうなるかわからない。今のうちに何とかしないと。シーズって何なんだよ。助ける方法はあるんだよな。シーズの正体は分かってない。分かってるのは俺たちフラガリアの浄化魔法が効くことくらい。今はとにかくこの子を落ち着かせてシーズと切り離さないと。ねえ君、落ち着いて。思い出してごらんよ。君がこの大会にかける思いを。一生懸命頑張ったのは何のため。僕は大丈夫。きっと優勝できるよ。チャコ様には分からないよ。チャコ様はすごいんだ。パルクールだってスケボーだって超一流だ。だから優勝できるなんて簡単に言えるんでしょ。別にそんなつもりは。でも僕には無理だよ。一生懸命頑張ってもできないことはある。僕はチャコ様じゃない。何でもできるチャコ様に僕の気持ちなんてわからない。わからないよ。まずい。シーズがどんどん大きくなってる。このままじゃあの子が消えてしまう。消える。シーズはどういうわけか人のことを消す。それだけじゃない。その後他の人に取り付くかもしれないし分裂するかもしれない。とにかくこのままシーズが成長したら何が起こるかわからない。そんな。でも俺の言葉じゃあの子には届かない。シャコ。何でもできるなんて言ってくれたのにな。俺のせいで君を助けられないんじゃ意味ないよ。アイス滑りたいパルクール大会。この国のみんなはポチャッコさんのために力を合わせてるよな。なら今だってそうだ。シャコもこの国の一人なんだから何でも自分だけでやる必要なんてない。ある。それにここには俺もおる。俺が何とかするけん。もうダメだ。練習なんて無駄だった。意味なんてなかった。これからもずっと僕なんて確か壁を蹴っていったでももう一回。ああ尾てい骨打った。いった何してるの。いや俺にもできるんじゃないかなって。
そんな簡単にできるわけないよ。僕だって何回も何回も練習してやっと。そうだろ、いっぱい努力したからできるようになったんだ。でもそれも無駄だった。無駄なわけねえやん。だって俺は俺にできんことができる君をかっこいいっち思っちゃうので。でもこげえ痛え思いしてそれでも頑張ったんやろ。俺やったらくじけちょんかもしれんわ。やけど君は諦めんやった。それはなんでな。それはパルクール大会で優勝するために。そうやろ、優勝するって言えるだけの自信が君にはあるやん。君の頑張りの積み重ねがあるけん手が届くところまで来たんで。あとは飛ぶだけ。僕はそのまま飛ぼう。どこまでも高く高く。僕は高く飛びたい。もっともっと高く飛びたい。ある、君は。俺にはパルクールもスケボーも国の運営だって正直これといった壁もなくできた。あの子の不安を理解できていなかった俺の言葉が伝わるわけがない。思い出せ、君がパルクールを始めた理由を、その情熱を。その思いが尽きん限り俺たちはどこまででも飛べる。僕はパルクールが好きだ。だから頑張った。一番になりたい。これだけはチャコ様にだって負けたくない。だってよチャコ。俺だって負けないよ。それにチャコだって最初から上手かったわけじゃなかったさな。いや俺はああそうだよ。恥ずかしいから内緒にしといてね。さあ落ち込んじょん暇なんかねえよ。君がせんといけんコツはなんなん。僕は優勝するんだ。シーズが離れた。チャコ、この後はどうするん。任せて。じゃあ頑張り屋さんの君に俺からの特別サービスだ。1回しかやらないからしっかり見てなよ。はあ高っ。それにすごい回転だ。行くよ。うわ暴風でシーズが飛ばされて消えた。浄化したんだよ。浄化。おおすげえ。これが君が越えたい壁だよ。届くかな。はい、僕もっと頑張っていっぱい練習して絶対にチャコ様を超えてみせます。頑張ってね。ほら早く会場に行かないと失格になっちゃうよ。そうだ、行かないと。お兄ちゃん待って。それにしてもチャコ、さっきの技すごかったな。まあね。でもアルがいなかったらあの子がどうなっていたか。助かったよ。ありがとう。正直俺はうぬぼれてたんだな。何でもうまくやれてる気になって大事なことが見えていなかった。それに引き換えある、君の言葉のまっすぐさが、強い思いが俺にはちょっぴり眩しいよ。今年のポチャッコ王国パルクール大会の優勝者は、いやー惜しかった。準優勝か。あんなにご迷惑をおかけしたのに負けちゃいました。でもすごく良かったよ。僕次こそは優勝します。チャコ様、次の大会も見ててくださいね。
それは難しいかもしれないな。俺これからアルと一緒に旅をするんだ。え、そうなのか？アルと一緒にいると面白そうだし、それにペックル様の真意はやっぱり気になるしね。ダメ？そんなわけないけど、国は大丈夫なのか？俺がちょっと寄り道しただけで破綻するような運営してると思う？確かに。だから俺が帰ってきた時にどれだけ君が成長しているのか楽しみにしてるよ。はい、お兄ちゃん。今行く。それではお二人ともありがとうございました。ごめん、お待たせ。じゃあ俺たちも行こうか。ああ、次の国タキシードサム王国へ出発だ。俺の名前はバドバルマ。今日からバツマル様に仕えることになったフラガリアの騎士だ。俺がこの国をより良くすれば、それがバツマル様のためになると3時間ほど熱弁し、その心意気を買ってもらったのだ。最後はめんどくさそうにしていた気もするが、おそらく俺の気のせいだろう。見てろよ、この俺がここを黒の大陸一の大国にしてみせる。というわけだ、お前たち。俺にひいてはバツマル様に仕える以上たるてるやつは許せんに。徹底的に鍛えてやるから覚悟しろ。返事は？はい。よーし、これから会議だ。これまでの体制を徹底的に見直して改善できる箇所をあぶり出していくぞ。会議に参加しない奴らはトレーニングだ。これまでのようにぬるくはねえから覚悟しとけ。返事は？はい。よーし、解散。なんか怖い人みたいだな。というわけでここを変更することでもっと効率よい運営ができるのではないでしょうか。おい何か問題でもありましたでしょうか？最高じゃねえか。どうやら俺は良い部下に恵まれてるようだな。おい、お前たち、こいつに負けるんじゃねえぞ。じゃんじゃん意見を出せ。はいはい。お前も一ついい案を出すだからって安心するんじゃねえぞ。お前はそれだけ能力があるってことだからな。俺の期待に応えてもらおうじゃねえか。バドバルマ様、いや兄貴。もう限界だ。でも他の人はもっとやってるし。おいお前、バドバルマ様、もう限界だと？すみません。自分を限界まで追い込むことができるやつなんてなかなかいねえ。お前根性あるじゃねえか。気に入ったぜ。ありがとうございます。だがな、限界以上にやろうと無理をして体を壊しちまったら意味ねえぞ。ちゃんと見極めて休め。ですが他のみんなはもっと。あ？お前はお前だろうが、他の奴らと比べてどうするんだよ。まずは頑張った自分を褒めてやればいい。俺もちゃんとお前の頑張りは見てるからよ。バドバルマ様、いや兄貴。よし、今日の仕事は終わりだな。今日は俺がバツマル様の騎士になった記念すべき日だ。今日ぐらい初めての寿司を。ご一
謝します兄貴。俺も兄貴。兄貴、もういい。よし、ついてきたやつはついてこい。俺のおごりだ。想像以上に多いな。さすがに寿司は無理だ。ラーメンで我慢しろお前ら。いいな。よし、ついてこい。兄貴。寿司はまた今度だな。松丸様への報告書001。本日の業務内容は書きたいことが多すぎて大量になっちまったが、まあいいだろう。まずは一歩俺の野望へ近づいた。俺はやってやる。見てろよお前ら。さーて、次回のフラガリアはチャコとアルペックの2人がサムの国へ行くみてえだ。あの国は今サムのフラガリアであるタッサムがルールを大量に定めちまって、なんだかめんどくせえことになってるからな。確か城に入るときは右足からだとか、お辞儀の角度は45度から60度だとかだったか。しかしそんなルールアルペックが守れると思うか。大変なことになりそうな予感がするな。まあとにかくお前ら楽しみに待ってろ。じゃあじゃんけんポンパーだ。またな。